次に松山選手の場合はバックスイングのグリップ軌道はインサイドに上昇し、そしてダウンではバックスイングよりもタイプですね。最も少数派でした。引き抜くってこういう感じですかね。日本人ならなんか刀をこう引く感じみたいな。こんにちは。ゴルフランニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、バックスイングからダウンスイングにかけてのグリップの動きですね。ここでバックスイングでどういう風に上がって、そしてダウンスイングでどう降りてくるのか。これにはね、大きく分けて3種類あると思います。一つにはですね、バックスイングとダウンスイングがほぼ同じという人。で、もう一つはバックスイングよりもダウンスイングの方がインサイドから回ってくるという人。もう一つは逆にバックスイングよりもダウンスイングの方が前から出てくる人ですね。この3種類があると思うんですね。で、ほぼ同じタイプをノーループと考えます。そしてバックスイングがアウト、バックスイングに対してダウンスイングがインサイドから来るタイプをアウトインタイプ。逆にバックスイングよりもダウンスイングが外から来るタイプ。これをインアウトタイプと。この3種類でね、どういう動きをしている人が多いのか。トップ30人プラス松山プロと、今回は金谷プロも調べてみました。32人のプロの動きで、果たしてどんな動きが多かったでしょうか。ぜひね、予想してみてください。まっすぐが多いのか、こういうふうにインから戻る人が多いのか、上げた軌道より外から戻ってくる人が多いのか、この動画を見る前にぜひ予想してみてください。あるいは仲間同士でどれが多いか言い合ってから、それから正解って言ったらなんですけど、実際どうなのかというところをね、見ていただけるとね、面白いかなと思いますのでね、ぜひ予想してからね、見てください。それではこちらをどうぞ。それではまず1位のシェフラーですが、この赤いラインが右腕の内側に引いたグリップ軌道の基準ラインで、シェフラーの場合は、ほぼほぼそのラインに上がり、ややインサイドに上がったところから一旦前に行って、そして外側を戻ってくると。つまりインサイドに上がって外から戻る。しかしこのトップの位置から垂直に引いたこの青い線よりインサイドに回り込んで降りてくるということはありません。次にマキロイですが、マキロイの場合はシェフラーとは逆にこのように、バックスイングではこの赤い基準ラインに大体沿うような形で上がりますが、そこから、肩の捻転がかなりあるので、このようにぐーっとインサイドに入っていって、そしてそこから今度はこのように降りてきます。外に上がって内に戻るタイプです。しかし青い垂直ラインよりも内側に回り込むことはありません。マキロイはこのような軌道で振っています。3位のラームの場合はこのように赤いラインの外側に上昇していって、そして少しインに回してこのようにループを描いています。赤いラインよりも基準ラインよりもかなり外側にあって、しかし垂直よりもインに回ることはなく前に降りていく軌道になっています。次に4位のホブランドは、このように赤いラインの少しインサイドに上がっていきますが、ここからぐーっと赤いラインより外側に上昇して、そしてアウトからこのようにまっすぐ降りてきます。トップの位置の垂直ラインよりもやはり前にグリップが降りているのがわかると思います。このように、ホブランドの場合はインに上がってアウトに降りてくるタイプです。次に5位のパトリック・キャントレーはテイクバックではこの赤い基準ラインにほぼ近いライン上から上昇して少し外側にずれていきます。そして切り返しではこのようにほぼ垂直に引き下ろす感じで降りてきて、徐々に
前に飛び出てくると。トップでのグリップのこの位置の垂直ラインから、インに回ることはやはりなくて、垂直ぐらいで降りてきて、バックスイングでのこの辺りはほぼ同じラインを切り返していると考えていいと思います。シャフリーの場合は、バックスイングでのグリップ軌道がこの赤いラインの若干外目に上がっていって、そしてここで、正確にはこのインサイドから少しアウトに飛び出していきます。こう逆、キャントレーとは少し逆の動きをします。ですからこの垂直ラインよりも前に飛び出しますが、ここから一気に、この元来た道上ライン上ぐらいに重なるような動きがあります。そしてその後そのラインよりも前に飛び出していって、そしてここでインに引き戻してインパクトとなっています。次に7位のマックス・ホマはバックスイングでの軌道がこのように赤いライン上ぐらいに上がり始めて、そこから少しインサイドに入っていって、そしてトップではこのようにほぼバックスイングで上がったライン上を戻ってきます。このような感じです。垂直のラインに比べてやはり前に出ているのがわかると思います。決してこの後ろに回すような動きはありません。次に8位のフィッツパトリックはバックスイングでこのように一旦グリップが外に出て、その後このように急速にインサイドに入っていきます。これは肩が割と水平に回っていくからだろうと思います。そして手はあまり振り上げないんですが、ここからぐーっとグリップが上昇します。そしてこのトップの位置で、こういうインから上がって外に回り込む動きになっているのがわかると思います。ですから当然垂直ラインよりも前に出ていく軌道で動いていって、そしてほぼライン上、赤いライン上まっすぐぐらいに引き下ろしていきます。9位のブライアン・ハーマンはバックスイングで、このようにグリップがかなり一旦アウトに飛び出します。この赤い基準よりもかなりアウトに飛び出していって、だから結構手で上げてる感じになると思います。そしてここでグリップがインサイドに回し込むような動きです。ですから外に上がってアウトから行ってインに入るタイプ。ただしこの垂直ラインよりも、インサイドに回り、グリップの幅でインサイドに回り込むようなことはなく、ほぼ垂直ぐらいに降りていって、そしてそこから前に徐々にこの赤いライン上から前に飛び出してくる動きになります。赤いライン上を降りてきて、そして前に飛び出すと、こういう動きになっているのがわかると思います。次に10位のウィンダム・クラークはバックスイングの軌道がこのように、赤いライン上ほぼ上昇していって、ほぼほぼ赤いライン上でバックスイングをしていって、そしてダウンの切り返しではこのように、バックスイングの軌道上をほぼ戻ってきて、そして、その軌道よりもかなり前に、飛び出してくるようにして、しかしそこからまたインサイドに引き戻してこの時点で打つと。グリップは軌道としてはトップの位置から前に飛び出してきます。インに上がって、アウトに行くタイプということになります。11位のコリン・モリカーはバックスイングでのグリップ軌道がこのように赤い基準ラインのややインサイドに上昇していって、そして折り返した後はバックスイングよりもアウトサイドからこのように降りてきます。このような感じです。ですからインに上がってアウトに降りるというタイプです。トップからのグリップ軌道はこの垂直ラインよりも前に降りています。次に12位のトム・キムはまずバックスイングのグリップ軌道がほぼほぼこの赤い基準ライン上に上昇していきます。そして、ダウンスイングではここから切り返して、ほぼ、バックスイングと同じ軌道をこのように降りてきます。こういう軌道で降りてきます。
ですからだいたいほぼバックスイングと同じ軌道を降りてくるタイプで、ほぼほぼこの赤い基準ライン上を降りてきます。トップからのダウンスイングの軌道はこのトップでの位置から垂直に下ろした線に対してそれよりもインサイドに回ることはなく、前に出ています。13位のジョーダン・スピースはこのように赤い基準ライン上にほぼ上昇します。少しだけアウトに上がっていって、そしてダウンでややインサイドに回るような動きがあります。ほぼ垂直に、一旦下降してその後前に飛び出してくる動きになっています。ですからスピースの場合はアウトに上がってインに降りるタイプということになります。ダウンのグリップ軌道はこの垂直ラインよりも決して後ろに回り込まずに垂直ぐらいから前に飛び出していく軌道になっています。次に14位のティレル・ハットンはこのようにほぼ赤いライン上微妙にインサイドに上昇していって、そしてここから急速に上昇し、トップの位置からはグリップがこのように前に飛び出してきます。ここのトップの位置の垂直ラインよりも前に飛び出していくのがわかると思います。ですからティレル・ハットンはインに上がってアウトに降りるタイプということになります。15位のトミー・フリートウッドは赤い基準ラインよりもこのようにインサイドにグリップが上昇していって、赤い基準ラインよりもフラットなトップです。そしてその位置から微妙に前側に回り込んで、そしてダウンに入っているのがわかると思います。ここから少し前に回っています。しかしこの程度だとほぼバックスイングと同じライン上に上がって降りているタイプということになると思います。この青い垂直ラインよりも前にやはりグリップは下降していきます。16位のキーガン・ブラッドリーはバックスイングでこのようにかなりグリップが一旦アウトに浮き上がります。赤い基準ラインよりもかなり外に上がっていきます。そして、このようにアップライトなトップからしかしインに回り込まずにそのままバックスイングの軌道上ぐらいをこのように降りてきます。ものすごく正確には少しだけこのようにインサイドに回るんですけども、ほぼこれもバックスイングとダウンスイングが同じ軌道を通るタイプと言えると思います。ダウンの軌道はやはりこの青い垂直ラインよりも前に降りているのもわかると思います。17位のセプストラカはバックスイングでのグリップ軌道が最初赤い基準ラインぐらいに上昇しますが、その後インサイドに入っていって、ややフラットなトップになります。そしてこの位置からグリップがほぼ垂直に一旦下降し、そして前に飛び出してくるという動きになっています。ですからこの赤い基準ラインよりはインサイドに上がっていきますが、グリップの軌道としてはアウトに上がってインに降りるタイプということになるかと思います。次に18位のジェイソン・デイはこのようにバックスイングのグリップ軌道はほぼ赤いライン上に上昇していって、そしてダウンスイングではそのラインよりも少し前に飛び出していくのがわかると思います。ですからジェイソン・デイはインに上がってアウトに下降するタイプです。グリップ軌道はトップでの垂直ラインよりもやはり前に飛び出していく動きになっています。19位のケプカはバックスイングでのグリップ軌道がこのように赤い基準ライン上ほぼまっすぐ上昇していきます。そしてトップ付近でやや前に飛び出してきて、そこからこの青い垂直ラインよりもやはりこのように前に出ていくのがわかると思います。そしてこのようにやっていきますが、従いましてケプカはインに上がってアウトに降りるタイプです。次に20位のサヒスティガーラもこのようにバックスイングでのグリップ軌道はほぼ赤いライン上にこのように上昇していくのがわかると思います。そしてケプカのようにやはりここで少し上に上がっていって、そしてここのトップの位置から前に飛び出してくる動きになっています。ですからサヒスティガーラもインに上がってアウトに降りるタイプです。はい、21位のクリス・カークはこのように赤いラインのややインサイドに上昇していって、
そしてフラットなトップになって、そしてダウンでもものすごく正確には少しだけインサイドに回り込む感じがあります。ほぼ垂直ラインの幅の中で、このような動きになっています。そして、バックスイングの軌道上を戻ってくる形で最後に前に飛び出していってインパクトというような動きになっています。ですから、クリス・カークの場合は、この場合はバックスイングとダウンスイングが同じというタイプと考えていいと思います。22位のトニー・フィナウは、このようにバックスイングで赤い基準ライン上にグリップが上昇し、ややフラットなトップからここで前側に回っていって、そしてダウンスイング加工しているのがわかると思います。やはりこの青い垂直ラインよりも前に飛び出していく軌道のダウンスイングです。軌道のタイプとしてはインに上がってアウトに戻ってくるタイプということになると思います。13位のサム・バーンズはグリップ軌道がこのように一旦こう前に出ます。しかしほぼほぼこの赤い基準ライン上ぐらいに上昇していって、そして、このトップの位置からバックスイングの軌道よりもややアウト側に、出ていく動きになっているのがわかると思います。垂直のラインから見ても確実に前に出ていく動きになっています。サム・バーンズの場合はインに上がってアウトに戻るタイプです。次に24位のキャメロン・ヤングはバックスイングで少し赤いラインよりフラットに上昇していって、そしてこの辺り正確にはほんの少しだけインに回り込む動きですが、ほぼほぼバックスイングと同じライン上を戻ってきているのがわかります。ダウンのこの初期も垂直のラインよりもインに回り込むことはなくて、タイプとしてはバックスイングとダウンスイングが同じ軌道を動くタイプということになると思います。25位のリッキー・ファウラーはバックスイングでのグリップ軌道はこの赤い基準ライン上をほぼ上昇していきますが、トップ付近でややインサイドに入り、そしてややインサイドからに入って戻ってくるので、どちらかというとアウトに上がってインに戻る。基準ラインよりはフラットにインに上がってるんですけども、軌道としてはアウトに上がってインに戻るタイプということが言えると思います。M30 の場合はこのバックスイングでは赤い基準ライン上にほぼまっすぐグリップが上昇していって、そして、トップ付近からの切り返しではものすごく正確にはほんの少しインサイドに入りますけれども、軌道としてはほぼバックスイングの軌道上にダウンも戻ってくるタイプというふうに考えていいと思います。27位のラッセル・ヘンリーはバックスイングが青い基準ラインよりも少しインサイドに上昇していって、そしてここで少しグリップが上昇します。そしてこのトップの位置からダウンスイングではグリップが前に出てきているのがわかると思います。したがってラッセル・ヘンリーはインに上がってアウトに戻るタイプです。トップの位置からの垂直ラインからはグリップが前に出ているのがわかると思います。28位のキャメロン・スミスはバックスイングでのグリップ軌道がやや赤いラインのアウトに上がっていって、そしてここでこのようにインサイドから戻ってきます。ですからアウトに上がってインに戻るタイプということになると思います。しかし戻る時の軌道は垂直ラインよりも前に飛び出す軌道になっているということがあります。29位のジャスティン・トーマスはバックスイングでのグリップ軌道が基準の赤いライン上にほぼ上昇しますが、ここで少しアップライトになってきて、そしてダウンスイングではバックスイングの軌道よりも微妙に前側に降りてきています。従いましてインサイドに上がってアウトから戻るタイプということになります。トップからの切り返しのグリップ軌道はやはりこの垂直ラインのほぼ上、垂直ぐらいに降りてきて、そして前に飛び出してきます。そして30位のルドビグ・エイバーグはバックスイングでのグリップ軌道が
赤い基準ラインよりも少しフラットに上昇していき、少しフラットな、トップからこのように少しイン側に回っていく動きになっています。トップからのグリップはやはりイン側に回るといっても垂直ラインよりもインに回ることはなく、その後前に飛び出してくる軌道になっていって、このように戻ってインパクトしています。従いましてルドビグ・エイバーグはアウトに上がってインに戻るタイプということになると思います。ちなみに松山選手の場合はこの赤い基準ラインに対してバックスイングのグリップ軌道はインサイドに上昇し、そしてダウンではこのようにアウトから降りてくるタイプになっています。トップからの切り返しのグリップ軌道はこの垂直ラインに対して少し前に出ていく軌道になっています。金谷選手の場合はこの赤い基準ラインに対してかなりこのようにインサイドに上がっていきます。このようにインサイドに上がっていって、そしてダウンでの切り返しではこのように前から戻る、つまりインに上がってアウトに降りるインアウトタイプということになります。トップからのグリップ軌道はこの垂直ラインに対してかなり前に出ています。ご覧いただきましたようにバックスイングの軌道よりも少しアウトに出ていく、つまりインアウトタイプですね。これが最も多い15人。次にバックスイングとダウンスイングがほぼ同じノーループタイプ。これが9人。そしてバックスイングよりもインサイドから入ってくるタイプですね。これが8人というね、最も少数派でした。予想は当たりましたか？意外に、こういうループをするんじゃないか。アウトに上がってインにグリップも動くんじゃないかと思った人が多いかもしれないですけど、そうではない。むしろ逆だということですね。そして、アウトインタイプであってもですよ、ダウンスイングのグリップ軌道がトップのグリップの位置から垂直よりもインに回るという人はゼロだったんですね。垂直に落ちる感じに見える人が11人、トップよりも前に出ていくというタイプが21人ということでですね、もしかすると皆さんの予想とは大きく違ったかもしれません。今回の動画を作るにあたって、YouTube ではね、どんな風にこのグリップの軌道について説明しているのかなと思って、調べてみたんですけど、ダウンスイングの仕方ということで、検索して、残念ながら上位に、このグリップの軌道について詳しく説明しているものはありませんでした。一つだけあったのは、オープロっていう方と、博士と呼ばれている方と、なんか2人でやっているチャンネルで、このオープロの、お姉さん、美人女優で若くして亡くなって、そのお姉さんの、旦那さんは、ギンギラギンにさりげなくっていう曲の作詞をして、その方が、後にまた美人女優さんと結婚するんですけど、その美人女優さんの弟さんもプロゴルファーという不思議なプロゴルファーつながりのあるオープロですね。このオープロの、チャンネルだと思うんですけど、そこで、説明していたのは、構えた時のこの腕の角度ですね。この角度に上がってこの角度に降りてきますというふうな説明をしていました。で、グリップの軌道はこういう縦だけど、ヘッド軌道はそれよりもこうフラットで。で、ところが多くの人は、グリップもヘッド軌道も全部をこういうふうに同じようにこう振ろうとしてしまってますよと。そうではなく、グリップはもっとこういう縦の動き。そして、クラブヘッドはこういう動きだけど、手はそれよりもっと縦に動きますと。そういうふうにね、説明していました。そのチャンネルでは他にも右腕の使い方について、右腕は、こうまっすぐこう下ろすのではなく、こういうふうに、内旋しながらこうね、折りますよというふうなことも説明していましたね。他にはどんなレッスンがあったかも見てみたんですけれども、例えば女子プロの AK プロの場合ですね。AK プロのレッスンではどういうことを言っていたかというと、ダウンスイングの手の下ろし方について、ダウンスイングで手は
下ろしませんと説明していました。手は下ろさず、バックスイングしたら、手は下ろさずに下半身からスタートすると。そして下半身からスタートしたら、あとは左肩を支点に一気に振るというふうなね、説明をしていました。確かにこの左肩を支点にするということは、左肩がこう動いたら支点にならないですから、割と左肩を止めとく意識ぐらいで振るというようなことですかね。肩が早く開くのを防ぐのに、いい効果があるんじゃないかなと思いました。他にはですね、M下プロという方のね、レッスンでは、まず、ダウンスイングを肩から行わないことというのをね、言ってました。それから、正しいダウンスイングには、テイクバックをインに引かないことをまっすぐ引いていくことが大事ですということですね。それと、ダウンスイングで右脇を締めろと。こういうふうに言っていましたね。他にはですね、TU さんという方のね、レッスンでは、バックスイングをしたら、腕もクラブも脱力して落とせと。こう、脱力してね、落とす。ね。で、脱力して、多くの人はここで力が入ってこういうふうにね、前に飛び出しちゃうので、だからここで脱力して、そしてそれと体の回転とこう組み合わせて、ダウンスイングしてくださいと。ですね、こう下ろしてここで手を落とす。で、その手を落とす動きと、体の回転ですね。そうすると手がこう体の近くにこうね、降りてくるので、そういうね、練習をしてくださいというようなことをね、言っていた。あともう一つ言っていたのは、ダウンスイングで、沈み込むと。そしてインパクトで伸びるというようなね、この沈み込みによってインサイドから触れると。そういうようなことをね、言っていました。他にはですね、ツアープロコーチという HT さんですね、のレッスンでは、手から下ろさず、左足の踏み込みから頭を残してスタートしてくださいと。そして、右肘は、体の真下に落とすのではなく、真下に落とすと、体にぶつかってこういうふうにキャストしてしまう動きになるので、体の前に、右肘を体の前にね、下ろすと。あとはですね、自分から見て、クラブヘッドが右回りするように振ってくださいと。こんな感じですかね。こういうふうに説明していました。ということは、このさっきのオプロと博士と言われている方はこうではないんだと。グリップはもっと縦なんだと言ってたのとはちょっと違うなっていう動きになるかなと思いますね。他にはですね、海外のレッスンプロのレッスンを日本語訳している動画ではですね、その海外プロのレッスンとして、ここのね、ダウンスイングでの腕は、弓が入った筒から弓を引き抜く動き。だからこういうふうにね、引き抜くってこういう感じですかね。日本人なら刀をこう引く感じみたいな。ちょっと刀を引いたことないのでわかんないですけど、普通引くって言ったら、こうやったらね、引けないですよね。だから、こうするしかないかなと思うんですけど、そういうようなね、ダウンスイングではこういう手の縦の動きですね。で、ここでやるんだったらこういうふうにまっすぐ下にね、下ろす。もう一つ言ってたのは、この肘の再接続ということを言ってましたね。これはね、英語ではね、リコネクトというふうにね、言うんですけど、この肘が一旦、体からね、ずれます。この肘を元に戻すというね、リコネクトと、この
まっすぐ下ろす動き、それに体の回転が加わってスイングができてますというようなね、そういうふうに説明してましたね。ダウン&アラウンドというね、腕がダウンしてアラウンド、体が回ると。こういうようにね、ダウンスイングするというふうに説明していました。ですからこの件に関しては、さっきのオープロのね、博士のレッスンではこうではないです。こうですって説明していたのと、ちょっと種類がね、違ってくるかなと思いますね。他にはですね、LPGA のレッスンで IS さんっていうね、女子プロの方のレッスンでは、これもやはりね、手から振りに行かない、下半身リードをするということと、それから右の胸を右に向けたままダウンスイングしてくださいと。これはみんなやってますっていうふうにね、説明していました。TY プロの熱いレッスンっていうのではですね、まずバックスイングが大事ですと。バックスイングで右手が地面を向くように上げてくださいと。最終的にはフェース、このリーディングエッジと前傾角が同じ角度になるように上げていってください。これが大事ですと。そしてダウンスイングでは TU プロと同じような感じで落とすと。腕を落とす。ここでね、トップの位置で腕を落とすのと、それと体の回転ですね。で、これも、外人の方のね、内容と非常によく似ているようなね、レッスンかなと思いました。そして、クラブの動きはこういうふうにインループする。インにループしていくと。こういう動きですね。こういう動きがダウンスイングですと。こんなふうにね、いろんなレッスンがね、YouTube にもありましたけどもね、それぞれのレッスンについて詳しく知りたい方のために概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらで詳しくご覧になってください。もしかしたら僕の説明も間違っている部分があるかもしれないので、元のね、動画で確認していただけるといいと思います。そんな風にですね、いくつかの、これとこれはなんか似てるなとか、これとこれはちょっと全然違う感じがするなとかね、いろいろなね、レッスンがあったと思うんですけど、実際 PGA のトッププロもいろいろな、いくつかの種類のね、ダウンスイングがあり、また人それぞれね、どんな感覚でそのスイングが出来上がっているのか、あるいはどういう意識でスイングしたらこうなったのか、どんな練習をしてきたのかなんていうのはね、本人に聞いてみないとわからないですよね。ですからいろいろなレッスンがありますけれども、その中でどれがいいとか悪いとか、どれが正しい間違いないとか、決して言えないわけです。今回はね、ここまでなんですけれども、次回はね、僕が実際にスイングしている映像をご覧いただいて、そしてその動きがどうなっているのか、そしてその動きをするためにどんなことを意識しているのかというところをね、説明したいと思います。例えばね、トップではトップからダウンの切り返しはこのレッスンのこの部分を割とやっていますとかね、そんな感じでね、あるいは他のレッスンでは全く言っていなかったことなんかもね、説明したいと思いますので、ぜひね、次回のダウンスイングのグリップの動きの後編をお楽しみにお待ちください。もし今回の動画が面白かったり役に立ったり全然つまらなかったり役に立たなかった場合もできればいいねを押していただけると嬉しいです。そしてぜひまた次回もね見ていただきたいのでチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回です。